通勤通学中の皆様おはようございます。ドクターの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、ウィッチャーからの話題になります。今月末にシーズン4の配信が予定されているこのウィッチャーなんですが、その最新トレーラーが公開されると、とんでもない低評価ボムを食らってしまっているというんですね。現在ですね、このウィッチャー、大きな論争に巻き込まれてしまっておりまして、さらには公式ブログまでもが論争の的になってしまっているというんです。先日もね、グルーミング問題で散々つつかれたこのネットフリックスですが、本日は一体何が起きているのか詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、皆さんこれご存知ですか？もともとはね、小説なんですが、それがゲーム化されてね、さらには現在、ドラマ化されているというウィッチャー。今月の30日ですかね、シーズン4の配信が予定されておりまして、つい先日ですね、その最新トレーラーが公開されました。でですね、このウィッチャー現在、大変な論争の的となっておりまして、大変なことになってるんですよ。もしかしたらね、以前、こちらの動画でお伝えしましたが、そもそもね、ネットフリックスへのヘイトというのを後押ししてるのかもしれませんね。もともとこのウィッチャー、様々な論争があったんですが、現在ですね、それが過熱しているという状況です。じゃあまずね、なんでここまで論争になってしまっているのか、その最大の要因というのがこちらなんですね。なぜヘンリー・カビルはウィッチャーを降板したのか。ね、スーパーマンでも聞いたような話ですが、またヘンリー・カビルですよ。これを降板したことによってファンが怒ってしまっているんですね。そして何よりもその理由というのが問題になっているんですね。ネットフリックスのファンタジードラマ、ウィッチャーシーズン3の終了前に、ヘンリー・カビルがゲラルト役をリアム・ヘムズワースに引き継ぐ準備をしているというニュースが流れた。関係者たちは皆、カビルの突然の降板について前向きなコメントをしているが、その決定によって多くの疑問が残されたことは否定できない。ヘンリー・カビルとウィッチャーの決裂に関わる意外な人物はドウェイン・ジョンソンだ。2022年、ジョンソンが情熱を注いだ企画、ブラックアダムのプロモーションの最中に、彼はヘンリー・カビルが演じるスーパーマンとそのブラックアダムが戦う映画に出るのが夢だと語っていた。しかしその時点での疑問は、カビルが2017年のジャスティスリーグが酷評されて以来、一度もスーパーマンのマントを羽織っていなかったということだった。この時にスーパーマンに復帰するという話があったので、ウィッチャーを降板したんじゃないかと、つまりはそういうことを言っているんですね。ただ結果的には、このね、ヘンリー・カビルはスーパーマンとしては復帰しなかったということになります。これはこのチャンネルでもね、以前お伝えしたことですね。ただですね、この説はね、結構弱いんじゃないかと、このように言われているわけですよ。それがね、こちらでして、カビルはゲラルト役を得たことに非常に興奮しており、脚本が完成する前からこの役を熱心に追い求めていたとされている。ヘンリー・カビルがドウェイン・ジョンソンとの共演の可能性のためにウィッチャーを降板したという説にはいくつかの問題がある。まず2019年にこの役を正式に引き受けた直後、彼はどんな別の仕事を受けてもこの役との両立には問題ないと繰り返し語っていた。さらに2021年、ハリウッドリポーターのインタビューでカビルは、ショーランナーが構想している全7シーズンにわたってゲラルトを演じる意思があると明かしていた。ただしその条件はウィッチャーの原作への敬意を保ち続けることだった。ということで、そもそもね、このヘンリー・カビルはこのウィッチャーの大ファンだったんですね。そしてこの役をやるにあたってもう絶望していた役ですから、自分がね、これ以降どんなに他の仕事が来たところでこのウィッチャーと仕事を両立しますと、それができますと、このように言っていたと。そしてその時点ではね、これ全7シーズンになると言われていたようなんですが、これね、すべて出演しますと。その条件は、このドラマがね、ちゃんと原作に敬意を払って作られること。となると、ここまで言っていたヘンリー・カビルが、スーパーマンを復帰するからといって降板するとは思えないでしょ。そしてこれをね、裏付けるのがこちらなんですよ。ウィッチャーのファンたちは、同作が原作からどんどん乖離していくことに、すでに不満を抱いていたため、この発言を、カビルもネットフリックス1の方向性に不満を持っていた証拠だと受け取った。この推測は、全く的外れというわけではない。カビルは、ウィッチャーシリーズを有名にした原作小説と、ビデオゲームの双方の熱烈なファンであり、彼自身も、ショーランナーのヒスリックもカビルが、テレビ版のゲラルトを原作のキャラクターにより近づけるよう働きかけたことを語っている。さらに同シリーズの元プロデューサー兼脚本家のボー・デマヨも、舞台裏では一部の脚本家たちが原作やゲームを軽視し、むしろ嫌悪したり嘲笑したりしていたと述べている。ということでどうですか？もうこうなってくると、いよいよこれが理由だとしか思えませんよね。ヘンリー・カビルはこの役を切望し、これ以降どんな役が来たって自分はそれを両立すると言っていた。そしてこのシーズンが終わるまで全部やりますよと言っていた。そしてその条件として、このドラマがね、原作に敬意を払うというのが
必須だと語っていた。ただ、実際にこのドラマというのは原作からどんどん乖離していき、このドラマの中の人がね、脚本家が全くウィッチャーに思い入れがなく、むしろ嫌っていたと、このように証言しているんですね。そしてその後ね、ヘンリー・カビルが降板することになるんですが、ここでね、ネットフリックスはこのウィッチャーを打ち切りにすることができなかったんですね。それはなぜかと言いますと、このネットフリックスはウィッチャーを大きなシリーズにしたかったわけですよ。こちらね、おなじみフォーブスのキャロライン・リードさんの記事です。ウィッチャーシーズン4は予算を超過しており、ネットフリックスによるとシリーズ史上最も高額な制作費となっている。そしてこちらね、シーズン4の制作費を割り出しています。しかし最大の驚きは、シーズン4の制作会社が昨年、撮影及び数ヶ月にわたるプリプロダクションとポストプロダクションに1億7820万ドルという莫大な金額を費やしていたことだった。その結果、シーズン4全体のコストは2億2040万ドルに達し、これは過去のどのシーズンよりも高い額となった。しかも、12月31日時点の財務報告書以降も、数ヶ月にわたるポストプロダクション作業が残されていた。そして現在ね、こんな数字も出てきてるんですね。ウィッチャーは今やネットフリックス史上最大級かつ最も高額なプロジェクトの一つにまで成長している。その総費用はなんと7億2000万ドルを超え、今なおこれが増え続けている。ということでですね、シーズン4だけでね、2億ドル以上かけておりまして、これね、スピンオフを含む全シリーズで、ネットフリックスが、このウィッチャーに7億2000万ドルを費やしていると。現時点でね、これがもっと増えますよと。これ日本円でおよそ1094億円です。で、これがまだ増えてると。わかります？ネットフリックスこれね、やめられないんですよ。もうなんとしてもこれをゲームオブスローンズにしなきゃいけないわけですね。ネットフリックス的には。それがね、こちらにも書かれておりますが、この作品は賛否両論のレビューやヘンリー・カビルの話題となった交番劇など浮き沈みを経験してきた。ファンの間でも賛否が分かれているが、総額で7億ドル超のプロジェクトとなった今、ウィッチャーはもはや単なるシリーズではない。それはネットフリックスがファンタジー分野で仕掛けた最大の賭けであり、その行方を世界中の人々が注目している。ということでね、ネットフリックスの賭けと言われているシーズン4のトレーラーがですね、つい先日公開されまして、こちらね、見ていきますと、現在ね、130万回再生されておりまして、はい、見てください。高評価 1.9 万件に対し、低評価15万件と。これはすごいでしょう。もしかしたらね、このチャンネルをご覧になってる皆さんは、我らが親善大使、レイチェル・ゼグラーさんのね、あまりにも偉大すぎる力というのを目の当たりにしているので、大したことないように見えてしまうかもしれませんが、それね、感覚麻痺してますからね、皆さん。そもそもね、この高評価と低評価の数字が同じになるだけでもかなりの異常事態ですから、高評価 1.9 万に対しての低評価15万件というのは、もうこれね、とんでもないことなんですよ。みんなに覚えておいてほしい。これはリアムのせいじゃない。プロデューサーのせいなんだ。すべてのストーリー、熱狂的なファン層、成功を約束されたブランド、そして最高のキャストを手にしながら、それらを全て台無しにするなんて正気の沙汰じゃない。そして恒例のね、このコメントがありますね。コメント欄をオープンにしてくれたネットフリックスに拍手を送ります。すると今回ですね、ついにこの番組のプロデューサーがカビルの降板について口を開きました。ウィッチャーのショーランナーがついにヘンリー・カビルの降板について沈黙を破った。やりたくないことを無理やり続けさせるようなことは誰に対してもしたくないの。彼には本気で打ち込みたい別の役の計画があったの。とヒスリックはエンターテインメントウィークリーの新しいインタビューで語った。私たちとしてもやりたくないことを無理に続けさせたくはないの。だからこそこの決定はお互いにとっていい決断だと感じられたのだと思うわ。ということでこれね、まさに先ほどの話なんですね。これね、何を言っているかと言いますと、こちらがね、その1位ソースになるんですが、エンターテインメントウィークリー。この記事ではね、ここでスーパーマンやハイランダー、この件について触れられているんですね。でもどうですか？そうすると、もともとね、このヘンリー・カビルが言っていた話と違うよねということになってしまいますよね。まるでヘンリー・カビルが嘘をついてるようじゃないですか。もともとね、自分はどんな仕事が来ても両立できますよ。じゃああれ嘘だったのということになってしまいませんか？するとですね、これに追い打ちをかけるように、こんな話が出てきてしまいまして、現在ね、収拾のつかない状態になってしまっています。ネットフリックスは、ウィッチャーシーズン4の最初の予告編を公開した。しかし、最も興味深いニュースは予告編そのものではなく、ヘムスワースが起用された時期である。ここ1日の間にネットフリックスは異なる2つの年を示しており、この交代劇に関心を寄せていたファンたちの間で議論が巻き起こっている。ネットフリックス公式サイト、トゥルムに掲載された長文の記事では、ヘムスワースがどのようにして参加することになったのかが詳しく説明されている。当初、その記事には、ヘムスワースがウィッチャーのゲラルト役を演じるための電話を受けたのは、誰もが想像していたよりもずっと早く、2020年だったと記されていた。
ということでね、それがこちらになるんですが、これね、トゥルムという、以前もね、これちょっと見ましたが、これネットフリックスの、N の文字が出る時の擬音ですね。トゥルーンってやつ。あれです。トゥルムという、ネットフリックスの公式ブログといいますか、ニュースサイトですね。これがあるんですが、この中でですね、このヘムスワースが、いつこの役のオファーを受けたのか、これが書かれているんですが、この時の日付が2020年だったんですね。でもね、先ほどプロデューサーが示唆していたスーパーマンの騒動というのはここにもありますが、2022年なんですよ。となると、2020年というのは、シーズン1が終わった直後にあると思うので、じゃあプロデューサーの話、嘘なんじゃないのと言われてしまっているわけですね。で、さらにはですね、これが2020年だとすると、このヘンリー・カビルがね、脚本に不満を抱き、脚本家とね、確執があったのかはわかりませんが、シーズン2、シーズン3と進むにあたり、スクリーンタイムね、著しく落ちていったと言われているんですね。シーズン3に関してはその出番が極端に少なかったと。そういう状況と符合するじゃないかと。それがね、まさにこちらに書かれているんですが、ネットフリックスの公式サイト、トゥドゥムによると、リアム・ヘムスワースはヘンリー・カビルからゲラルト役を引き継ぐ件について、2020年に連絡を受けていたという。それはシーズン2が放送される1年前のことだった。そしてね、こうなるんですよ。ネットフリックスのトゥルムは、このインタビューの該当部分を更新通知なしで削除した。つまりカビルはシーズン2の脚本を読んで、こんなのは無理だと思ったんだな。これはファンがそのシーズンを見た時の反応と全く同じだ。シーズン2は完全な失敗だった。シーズン1はまだ原作に比較的忠実だったが、シーズン2はほとんど脚本家たちの創作によるものだった。ウィッチャーシリーズを任された連中は全てを台無しにした。彼らは原作を軽蔑し、それを尊重しようと主張したカビルのことを嫌っていた。正直彼があそこまで長く留まっていたことの方が驚きだ。役にぴったりな完璧な俳優がいて、その俳優がファンの望む原作に忠実なバージョンを届けようとしているのに、わざわざ彼を下ろして自分たちの勝手で押し付けがましいウォークごっこをやろうとするなんて。そしてこの話には続きがあるんですね。このようになりました。それはつまり2020年の時点でシーズン2の撮影がまだ続いていた頃に連絡があったことを意味する。そしてヘンリー・カビルが番組からの降板を発表する2年前のことでもあった。その後記事からはこの日付が完全に削除され、ファンの関心をさらに引きつけることになった。そしてここです。しかし数時間後、その投稿は編集され、2022年という別の年が記載された。ということでですね、このね、2020年という年で、これ大騒ぎになってしまったんですね。この時系列だとネットフリックスにとってはね、あまりにも不都合な背景というのが浮かび上がってしまうんですよ。するとこれがね、一旦削除され、その後ね、2022年に書き換えられたと。どうですか皆さん。ね、これをもともとネットフリックスが間違えちゃったから修正したのか、それとも改ざんしたのか、2020年なのか、2022年なのかで、全く文脈が変わりますので、これが現在大変物議を醸しているんですね。この日付の変更は確かに奇妙であり、ファンたちはここで一体何が起こったのかを推測するしかない状況だ。カビルと制作陣の間で起きた対立は、ウィッチャーファンの間で尽きることのない関心の的となっており、今回の展開も非常に大きな注目を集めている。はい、ということで本日はですね、現在大変物議を醸しておりますネットフリックスのウィッチャーシーズン4。これにまつわる様々な騒動というのを見てまいりました。いかがだったでしょうか。結局のところね、真相はわからないんじゃないかなと思います。日付にしてもね、本当にネットフリックスが2020年と2022年を間違えただけかもしれないし、現在ね、様々なメディアがこれについてね、問い合わせているようですが、公式からね、その真相というのは、まだ明言されていないというような状態です。ただ、いずれにせよね、中の人から、この脚本家たちの原作に対する敬意のなさというのは、叫ばれているということですので、今シーズン4の視聴率などは注目しておくと面白いかもしれませんね。予告編ではね、リボーンというのが強調されておりまして、生まれ変わりましたよ。ここから仕切り直しですよ。こういうものになってるんですね。現状ね、この予告編一つ撮ってみても、キャラクターの性格設定がね、随分変わっているんじゃないかということで、これはこれでね、またぶったたかれてるというような状況になってるようですね。皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。